中ですか？今は洗い物と、あとヤマメとアマゴを解凍してるので、それを袋から取ったんですか？これはね、地元の釣り人のおっちゃんがいっぱい釣ったのをくれたんですよ。ここに来てどれぐらいでしたっけ？ここに来て1年ぐらい、あ、1年ですか？この周辺に通い出したのはもう5年ぐらい前になるけど、住んでは1年ぐらいです。まあ水道が止まったり、もうどうしようもなく寒かったり、どうしようもなく暑かったり、いろんな日はあるけど、それも楽しいから。どうしました？いや、カメラ回すにしても僕が明らかに日常と同じことをするだけだから、そのなんか説明もないと何やってんだか分かんない。まあでもなんか分かんないところは聞きます。はい。でも僕もあんまりゴリゴリ聞きすぎるのもどうかなと思いつつ、こういうの買うんですか？いえ、これいただきもんです。お野菜はもう買ってないですね、ほとんど。買った野菜いただくこともあるし、あんまり買ってないな。スーパー行ってないですね、最近。なんかもう本当にお金かからない生活ですね。そうですね。今日は漁師の大忘年会なので、それに合わせてシチューを、みんな自分の取った獲物の肉とか料理を持ち合うみたいです。へえ、楽しそう。もう耐えきれず説明してくださいましたね。そうね。だからね、変にサービス精神もあるのよ。もういつ聞こうかなと思いながら。何を作ってんだと。慣れてますね。慣れてる。そうかな。昔から料理してたんですか？そうですね。子供の頃から。へえ。なんすかその落ち葉みたいな。これローリエ月桂樹です。へでこちらが不親切にも昨日茹でた先に茹でといた鹿肉を。だって茹で終わってる。そう茹で終わってる。今日回すと思わなかったし、ご容赦ください。どの部分ですか？鹿の後ろ足です。へえ。ここら辺の筋肉。ああ、はいはい。これはその残骸ってことですか？残骸っていうかまだそれ食べれるし、はい、もうこの時期になると物が腐んないので、はいはいはい、寒すぎて、はい、だからまたこそいでチャーハンにしたり、はい、干し肉作ったり、はい、だからとりあえず置いてある食材なんです。まだそれでブラックペッパー、トマト缶。これはさすがに買ったんですか？トマト缶を買いました。生
生姜、冷蔵庫とかいらないんですね。そうですね。肉も干し肉にしたりはいすればだいぶ持つので、はいはい。いや、料理人じゃないですか。いやいや雑っすよ。今日大晦日ですよ。うん。通りで山に誰もいなかった。大晦日も漁に行ってた。そう。漁ってどれぐらいのペースで出てるんですか？肉が足りてたらもう全然行かないんですけど、は1月5日にはい知り合いがその子供たちを子供たちって多分、町のはい。その有志の子供たちを呼んで山の学校みたいなのをやるらしくて、はいそこで鹿の解体とかを見せたいらしくて、だから1月5日までに1頭取っといてって。しかもそれ師匠なんです、漁の師匠からの注文なので、それは取らねばと。じゃあ明日も出るんですか？明日元旦元旦元旦はちょっとどうしようかな。まあ5日だったらまだちょっと時間ありますもんね。そう。さて2品目編集が大変まだ固まってんね。これはそのまま焼くんですか？これは燻製にします。保存食。今この時期もうここにやばい息がいい。この時期ここの生活スペースにいるときは、ずっと火焚いてるので、この火の煙がもったいないので、なるべく干し肉とか燻製を作るようにしてて。で利用して。そう。干し肉とか燻製は山の中で歩いてる時とかに蛍光色で食べるので、塩をきつく振っとくと山の中で美味しくちょうど塩分がいい塩梅に。何してるんですか？魚何がいるんだろうと思って。これがヤマメ。多分この赤い斑点が綺麗なのがアマゴ、でこの青い斑点みたいなのがあるのがヤマメ、この何もないのがイワナ。調べてみてください僕間違ってることもだいぶ言うから夏はね、ハエがすごくて、だからこんな保存食と思ってやっても腐るし、大変なんです。だから真冬しか保存食、こういうのは作れんから、冬はいい。今のうちに。内臓はもう取ってあるんです
ですか？内臓取ってある子と取ってない子があるみたいです。なんか卵が入ってる子もいるみたいです。入っててもいいんですね。うん。まあ厳密に言えばダメなのかもしれんけどあ、でも腸とか胃は抜いてあります。卵だけ残すようにうまいこと切ったのかな。犬はまだですか？犬飼わないですか？ね、飼いたいけど犬はね、今日も打った血が犬がいてくれたらってやっぱり思ったりするけど、匂い取って追っかけてくれるので、まだまだお野菜が硬いから。だいぶ煮ないとだな。今何の本読んでるんですか？これは師匠が書いた「お金に頼らず生きたい君へ」っていう自給自足生活の本でももう読み終わるけど、昨日もらって、すごい読みやすいから、14歳の子に向けて書かれた本らしくて。読んでる時はあんま話しかけたら怒ります？怒んないですよってなんないですか？なんだい余暇なんだから今は鹿がいる時に「鹿いますよ」って言ったら「おわー!」ってなるけどなかなかグツグツ言わんですな。2週間で12キロ落とした時は、どうやって落としたんですか？食べなかったんですか？いや、ちょっとずつ食べないと、体が落ちなくなっちゃうんです、エネルギーというか脂肪分を蓄えようとして、だからマッチ箱1杯の玄米と生卵を朝食に食べて、であとはブロッコリーとささみ生活です。でオリーブオイル舐めて、まあ野菜、トマトとかそういうビタミン系の野菜は取るけど、そういう生活したら痩せるんですね。ちょっとやろうかな。やっとジムは入会したんですけど。まあ山歩いてれば痩せます。寒いですね。冷えますね。やっぱ。今何枚着てますか？僕この下1枚だけなんですよ。それは寒い。やばいですかね。やばいですね。まあでも衣類いっぱいあるのでお貸しできますよ。ありがとうございます。すみません。あとはこれ水気を飛ばして、でデミグラスソースと中濃ソースとケチャップと
ワインビネガーと砂糖と唐辛子と塩を入れて完成です。いい匂いです。もういい匂いです。うん。そういうのどこで学ぶんですか、料理って。独学。そうですね。うん。でもネットかな。あ、ネットで。うん。だいたい砂糖を入れたら、はい、その反対の唐辛子入れると味になんか複雑味が増すんです。だからケチャップ入れてソース入れて酸っぱいお酢を入れたりワインビネガー入れたり、はい、そういういろいろなんかいろいろぶっ込んでみるとなんとなくうまくなる。そんな感じなんですか。うん。入れてみっか。何回入れてみた。消えてないですか。バター。唐辛子。あと一応どこに何があるか把握してるんですか。もちろん住んでるのでそれは最低限。タイムっていうハーブです。これ10度を下回ると固まるんです。オリーブオイル。初めて見た。そんな感じ。オッケー。ウスターソース、ケチャップ、ワインビネガー、エゴサみたいなんてするんですか。しないっすね。だからマクドナルドに並んでるところを取られてたとはつゆ知らず。なんかものすごい、いやそもそも論みたいな話になっちゃうけど、人類のすごい長い歴史の中で写真1枚上がってるって、まあ、すぐに忘れ去られる記憶だし、それに目くじら立てたりっていうのもね、こんだけ情報の氾濫してる社会に生きてんだから、どっかでいや別にどっちでもよくない、そんなんて線引きした方が健やかに生きれるかなと思って。それよりも気になるのは、普段ヘインツのデミグラスソースを使ったことがないからこれがどういう味になるのか。そっちに確かに。でも味見はちょいちょいしてますよね。ちょいちょい。でもなんか普段と違うな。はい、違うな。感しかないけど、なんだろうな。シチューっていうのはビーフシチュー、クリームシチューじゃなくて。そうです。デミグラスソース仕立てのだからビーフシチューの味付けでしか。あ、そうかそうか。シカシチュー。シカって英語でなんて言うんですか。ディアシチュー。
いやブイヨン。さてすることもなくなってしまった。一人だったら本読むんだけどさすがに気使うからすいません読み始めたら声かけられるし薪でも割ってみます？あ、割りますか？割りますか？割りたいですね。座ってても生産性ないしな。薪割りの時何考えてるんですか？どうやって効率よく割れるかなとか、いろんなこと考えるけど、セリフ覚えないといけない時はセリフやるし、例えば、はい、薪割りって、はい、効率よく割るんだったら、はい、こっから拾い上げる作業がめんどくさいんですよ。はいはいはい。だからスパコーンって断ち切れるんじゃなくて、はい、ちょっと待ってね、これで真ん中にほら割れたじゃん。はいはいはい。この状態っていうのはもう結構割れてるんです。はいはい。こうやって線が入った状態。はい。そしたらこの状態で逆にして、はい、要するに拾い上げないで、でまた十字に割る。そうするとこういうふうに、そうすると上に置いたまんま、はい、どんどん細かくやっていけるんです。拾い上げないで済む分こっちの方が早い。だからどうやってこの木の形だったらどうやって刃を入れれば、細かくこの上でやっていけるかなって考える。単純作業に見えるんですけど、そういうのも考えてやってるんですか？まあ考えてっていうか、やっぱりどんどん生活も効率よく上手くなっていった方が生活がしやすいから、だから上手くなるにはっていろいろ考えてる結果、薪割りも早く正確になっていくって感じかな。よいしょ。ちょっとこれはいけっかな。これもすごいねじれてるから、繊維が綺麗に割れにくいんです。薪割りこの前なんか教えましたっけ？はい。あ、合ってます。まあナイスです。楽しいですか？楽しいです。ああ、よかった。最初割れなかったんで、割れるようになるとなんか確かに確かに前回よりも格段に
戻ったらお鍋干からびてないですか？大丈夫そしたらちょっと泣くと思うゲームセット。お疲れ様でした。木の伐採現場この前手伝い行って、はい、でその木も捨てるだけっていうから、はい、薪になるって言ってもらってきたんですこれ、大量に。でもまだ全然生じゃないからやりにくい。かぶせとくんですね。うん。まあ当分雨降んないからかぶせんでもいいんだけど。味見します？したいです。はい、ちょっと味見どうぞ。ありがとうございます。うまそう。いただきます。うまい。違うケチャップでしたけど大丈夫ですか？いつもの方がうまいおいしいよかった去年の大晦日は何してたんですか？去年の大晦日はドキュメンタリーのエリザベスさんが来て31日にも鹿取り行って1日も鹿取り行ったんじゃないかな。へえ。うまい。うまいですね。ビーフシチューより癖ないですよね、やっぱ牛って癖あるんだよな。